こんにちは。いにしえのネイリスト中山千恵子です。こんにちは。今回はサロンワーク動画をね、最初から最後までいきたいと思います。今回はお客様オフがなかったので、まずは手指消毒をしてから早速甘皮のケアに入っていきます。今回はね、アクリルのスカルプチャーで長さ出しをしていきます。スカルプチャーで長さ出しをするときは、地詰めはギリギリに揃えておきます。今回お客様の爪もともとかなり短くなっていたので、整える程度に優しく先端の部分削っていきます。先ほどは甘皮を押し上げたのみだったので、キューティクルニッパーを使って甘皮を整えていきます。甘皮は私は全切りをしていないので、ちょっと伸びすぎていってジェルが塗りづらくなっている部分や指周りの角質が硬くなりすぎているところだけを取っています。爪の表面をサンディングしていきます。この時もアクリルのスカルプチャーつけるんですけど、私はいつもここもスポンジのファイルでサンディングをしています。ジェルネイルの時と同じように、あまり爪に負担をかけないように優しくファイルを扱っていきます。ちょっとだけ甘皮気になるところがあったので、再度押し上げていきます。アクリルの時もジェルネイルの時に使っているのと同じプレプライマーを使っています。プレプライマーがしっかり乾燥してから上からアクリルのスカルプチャーを乗せていきます。それではアクリルの準備をしていきます。脱ペンディッシュにリキッドを入れてパウダーを横に置いて、まずはフォームを爪の先端の形に合わせて切っていきます。で、フォームに丸みをつけてからしっかりと隙間がないように装着をしていきます。フォームをつけてからお客様にフォームを見てもらって、フォームに書いてあるメモリで長さを決めてもらっています。それではアプリケーションをしていきます。筆にリキッドを取って、そのままパウダーを取ってミクスチャーと呼ばれるこのまん丸の状態にしていきます。これを爪の表面に置いて、まずは甘皮周り伸ばしてから先端に伸ばしていきます。で、この時にだいたい最近のサロンワークだと一緒にジェルネイルもするので、根元の部分数ミリ開けています。アクリルしかのせない場合はアクリルを根元からのせていきます。
アプリケーションが終わったら、ピンチという左右からちょっと丸みをつける作業をするんですけど、それをするためにはアクリルがもう少し硬くなっていないと入れられないので、もう一本アプリケーションをしていきます。そろそろいい感じに固まってきているのでピンチを入れていきます。ピンチを入れるタイミングが結構大事で、硬くなりすぎているとなかなか入れられないのと痛いです。で、柔らかすぎると表面が崩れてしまってうまく内側まで綺麗に丸みが入らないので、ちょうど硬化しかけてきているタイミングを見極めてピンチを入れていきます。それでは他の指もアプリケーションしていきます。アプリケーションが終了しました。そして親指はね、まだ柔らかくてピンチが入れられない状態なので、先にアウトライン整えていきます。まずは両サイドを整えてから先端整えて表面整えてという風に整えていきます。先端はオーバルに整えていきます。親指のピンチも忘れずに入れていきます。一度マシンを使ってスカルプチャーの表面を整えていきます。で、この時もオフの時と同じカーバイトミディアムの粗さのビットを使っているんですけれども、圧をかけてしまうとオフの時みたいにかなりどんどん削れていってしまうので、かなり軽い力で表面を撫でるぐらいの感じで滑らすようなイメージで削っていきます。
ファイルを使って表面をよりナチュラルに整えていきます。先ほどのマシーンの時は摩擦熱などもあるので、甘皮周りの地爪とスカルプチャーの段差のところ、そんなにしっかり削れないので、ファイルでナチュラルにスムーズにつながるように整えていきます。スポンジファイルを使って表面をスムーズにしていきます。それではもう一度プレプライマーを塗っていきます。今はもうアクリルが爪の先端の部分ついているので、根元の部分の地爪が見えている部分にプレプライマーを塗っていきます。ベースジェルを塗っていきます。ベースジェルは根元から先端まで塗っていくんですけれども、根元の部分特にしっかり塗っていただいて、先端の部分はアクリルが乗っているので、表面がつながる程度にかなり薄付きで塗っています。カラージェルを塗っていきます。今回のデザインはこの後全面にシルバーのミラーパウダーをこすっていくんですけれども、今回のネイル先端の部分がクリアになっているので、クリアの上に直接シルバーのミラーパウダーをコーティングしていくと透け感が生まれます。なので透け感を出したいときはカラージェルを挟まずにミラーパウダーの工程に移りますし、透け感を作りたくないときはシアーホワイトだったりとかシアー系のベージュなど何か一色色を挟んでいます。そしてミラーパウダーをコーティングしていく前にはノンワイプトップを塗って未硬化ジェルがない表面にしていきます。
それではミラーパウダーをこすっていきます。メイク用のチップのスポンジ部分にたっぷりとパウダーを取ってしっかりとこすっていきます。トップジェルでミラーパウダーをコーティングしていきます。ミラーパウダーを使った場合、サロンワークの時は少し固めのトップジェルを使っています。こういうパウダーだったりとか、ステッカーだったりとか、ジェルとジェルの間にジェルではないものを挟んでいく場合、お客様が生活しているうちに3週間とか1ヶ月近く経ってくると、たまにこのパウダーやシールから上だけがパカッと外れてしまうということがあるんですけれども、表面が硬いトップジェルの方が持ちがいいお客様が多いので、私はいつも硬く仕上がるトップジェルでコーティングをしています。表面にデコボコを作っていきます。ブルーの色味はお客様が2色カラーチャートから選んでくださって、その2色とクリアジェルを混ぜて作っています。今回のデザインはこのベースのシルバーも上のデコボコのブルーもすべてお客様が組み合わせを考えてくれました。デコボコ感をしっかりと出していきたいので、一本一本乗せたらすぐ仮硬化をしていきます。それでは最後はノンワイプトップジェルで仕上げていきます。今回先ほどミラーパウダーの上にトップジェルを一度挟んでいるので、そしてこの表面のデコボコ感もしっかりと活かしていきたいので、表面は薄付きに仕上がるノンワイプトップジェルで仕上げていきます。それではようやく完成となります。こんな感じに仕上がりました。シルバーとブルーの組み合わせ、とても可愛いですね。お客様のセンスが最高でした。それでは今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。